富士山の上空を悠々と飛ぶ2機の B-20 空。白黒の記録に AI で色を蘇らせてみる。アメリカ軍が誇った戦略爆撃機である。巡航高度1万メートル。最高速度時速570キロ。当時の日本の戦闘機はその高さまで上がることすら難しかった。人類史上最強と呼ばれた爆撃機だった。この機影が日本の空を覆った時、東京も大阪も名古屋も炎に包まれた。だが日本の若者たちはただ見ていたわけではない。本土を爆撃した B-20 空は400機以上が失われたとされる。その数には諸説がある。多くは事故や故障だった。それでも確かに撃ち落とされた機があった。高射砲で、戦闘機で、そして機体ごとの体当たりで。私たちが今日も見上げるこの青い空。80年前、ここは男たちが命を懸けた戦場だった。この国の空を守るため、長空の要塞に挑んだ男たちがいた。この動画はその記録である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。編隊を組んで空を行く三式戦闘機飛燕。この一枚にも AI で色を乗せてみる。テイト、東京を守った戦闘機体飛行台244戦隊である。基地は調布。飛燕は日本では珍しい液冷エンジンを積んだ戦闘機だった。細い機種にすらりとした機体。その姿はどこか西洋の戦闘機を思わせた。巨大爆撃機は高度1万メートルを飛んでくる。そこまで上がれる戦闘機は数えるほどしかなかった。飛燕はその数少ない一機だった。空襲警報が鳴るたび、若者たちは調布の滑走路から飛び立った。合気をギリギリまで上昇させ、遥か頭上の敵へ機首を向ける。その翼の下には守るべき町と家族の暮らしがあった。一機また一機と彼らは巨人に挑んでいった。木々の間に横たわる巨大な機体の残骸。この記録にも AI で当時の色を再現してみる。撃ち落とされた B-20 空である。兵士たちが原型をとどめない機体を調べている。間近で見るその残骸はあまりにも大きかった。全幅43メートル、全長30メートル。それまでの大型爆撃機 B-17 のおよそ2倍の巨体である。機内は与圧され、高度1万メートルでも搭乗員は薄着で過ごせた。機銃座は遠隔操作式で、計算機が自動で照準を補正した。日本側はその残骸から加賀の技術力の差を見せつけられた。だが同時にこの残骸は一つの事実を示していた。超空の要塞は追討せる。無敵ではないのだ。その事実が日本の空を守る男たちを支えていた。軍服に身を包んだ一人の青年将校。この肖像にも AI で色を乗せてみる。白稲ガ隊244戦隊の第三飛行隊三日月隊を率いた隊長である。 B-20 空撃墜11機、他に関西キエフ 6F を2機、戦隊のトップエースとされる男だ。白井の信念は短期戦闘こそ基本だった。戦隊が体当たり攻撃に傾いた時期も彼は旋回戦闘の訓練を欠かさなかった。部下の市川忠一を師と仰ぎ、連日調布の真上で模擬空戦を繰り返す。地上の隊員たちは手に汗を握って二人の巴戦を見上げたという。その積み重ねは数字に現れた。終戦までの激しい対戦闘機戦で三日月隊は一人の戦死者も出していない。腕で部下を守り抜いた隊長だった。そして終戦。テイトの空を守った男は
戦友との付き合いを一切断った。誰もその消息を知らなかった。多くの仲間を失ったからかもしれない。その胸の内を彼は最後まで語らなかった。飛行服姿でカメラの前に並ぶ4人の若者。80年前のこの1枚を AI でカラーにしてみる。昭和19年11月7日、調布飛行場、葉隠れ隊、後の新店、制空隊が編成された日である。左から隊長の篠宮徹、中尉、板垣正夫、伍長、吉田武雄、軍曹、安倍忠伍長。飛燕をもってしても B29 の飛ぶ高度に届くのはギリギリだった。そこで師団長の命令により特別な部隊が作られた。機体から武装を外し身軽になって高度1万メートルへ上がる。そして機体ごと敵にぶつかる。体当たりを前提とした対空特攻部隊である。出動の合図は葉隠れ隊、青空。その放送が流れると彼らは武器のない機体で空に上がった。編成から一月後の12月3日、篠宮中尉は調布の上空で B29 に体当たりを敢行する。主翼で敵機の尾翼を打ち砕き、自らは盾翼のまま生還した。だが彼の物語には続きがある。翌年の春、篠宮は第19新部隊の隊長に任命された。昭和20年4月29日、彼は知覧から沖縄へ特攻出撃し、帰らなかった。B29 への体当たりを生き延びた男は最後までこの国の空に殉じた。一体の日本人形と写真に収まる搭乗員たち。 AI でこの日の色を蘇らせてみる。昭和に10年1月12日、大日本婦人会の慰問を受けた新店隊員たちである。左から佐藤淳尉、高山正一少尉、中野松美伍長、板垣正夫伍長。贈られた日本人形は隊のマスコットになった。だが目を引くのは左端の佐藤淳尉が手にするものだ。小さな遺影である。写っているのは丹下光行少尉。この3日前、小平の上空で B29 に体当たりし戦死した仲間だった。慰問の記念写真に彼らは散った戦友を共に写したのである。隣に立つ高山少尉も同じ1月9日、立川の上空で体当たりを敢行した。奇跡的に生還し、この時新店隊長を務めていた。そしてこの写真の15日後、高山は銚子の沖で2度目の体当たりを行い帰らなかった。中野と板垣は2度の体当たりを2度とも生き延びた男たちである。仲間の死を胸に抱えたまま、それでも彼らは翌日もテイトの空へ上がり続けた。マスコットの人形は後に特攻隊員に連れられて知覧までお供をした。最後まで空を守る男たちのそばにいた人形だった。操縦席からカメラに顔を向ける搭乗員。この一枚にも AI で色を入れてみる。浮吉伍長、小林戦隊長野良機を務めた若き操縦者である。昭和20年1月26日、用務で浜松へ飛び調布へ戻る機内でこの写真は撮られた。そして翌1月27日、 B29 の編隊がテイトに来襲する。安藤は小林戦隊長の長機に続いて空に上がった。戦隊長は八王子の上空で B29 への体当たりを敢行する。安藤も長機に続いて体当たりを敢行した。長機の戦隊長は生還した。しかし安藤伍長は帰らなかった。この写真が撮られたわずか1日後のことである。総重責から向けたこの眼差しが彼の残した最後の姿の一つになった。愛機のプロペラの前に立つ若き操縦者。80年前の冬に AI で色を取り戻してみる。梅原三郎伍長、京都府綾部市の出身である。少年飛行兵12機を出て
トップ部隊に所属していた。昭和に10年2月10日、B29の編隊が関東の空に来襲する。梅原は筑波山の上空でその一機に体当たりを敢行した。そして帰らなかった。去年満20歳。今で言えば大学2年生と同じ年齢である。戦後、茨城県下館市の死没地点に一つの慰霊碑が建てられた。建てたのは彼の母だった。20歳の息子が国を守って散った場所に母は碑を残したのである。その碑は今も茨城の地に静かに立っているという。そよ風隊の看板の横に立つ一人の少尉。この写真にも AI で色を蘇らせてみる。服部克美少尉、幹部校補正9期の出身である。下宿先ではよくギターを弾く青年だったという。腕は確かで、すでに B29 機撃破の戦果を記録していた。昭和20年1月27日、安藤五丁が散ったのと同じ日の空である。服部少尉も B29 の編隊に突入し、麻布の上空で戦死した。墜落した B29 には彼の上記の部品が食い込んでいたと言われる。だが体当たりの瞬間を見届けた者はいなかった。目撃証言がないことを理由に軍は体当たりを認定しなかった。服部の死は通常の戦死として処理された。ギターを愛した青年の最後に栄誉の記録は残されなかった。それでも彼がテイトの空を守って散った事実は変わらない。冬の飛行装束に身を包んだ操縦者。この人物にも AI で色を入れてみる。カシーデー、サムチューイ。九州の空を守った飛行第4戦隊の操縦者である。新潟県柏崎の出身。野門藩事件で5機以上を撃墜した歴戦の搭乗員だった。愛機は錦福座戦闘機、都龍、総発の重戦闘機で、機種には37ミリ砲を備えていた。一発でも命中すれば B29 の翼を吹き飛ばす威力があったという。昭和19年6月16日、八幡空襲。 B29 による日本本土への最初の空襲である。貸出はこの夜から九州の空で長空の要塞と戦い続けた。その撃墜報告は26機。陸軍の B29 撃墜王と呼ばれた男である。同じ第4戦隊では木村貞光少尉も22機の撃墜を報告している。九州の鳥生乗たちは終戦の日まで西の空を守り抜いた。貸出は戦争を生き延び、2004年89歳でその生涯を閉じた。椅子に深く腰を下ろし腕を組む搭乗員。この男にも AI で色を入れてみる。海軍の伝説的な操縦者赤松貞明中尉。高知県の出身である。飛行時間は6000時間以上。日中戦争から8年間ただの一度も撃ち落とされたことがなかった。酒豪で型破り。警報が鳴ると町から自動車で飛行場へ駆けつけたという鉄話も残る。所属は厚木の第302海軍航空隊。愛機は操縦が難しいとされた局地戦闘機ライデンである。赤松はこのライデンを自在に乗りこなした。昭和20年5月29日、横浜空襲。赤松はたった1機で約70模機の P51 の編隊に突入する。1機を撃墜し、包囲をかいくぐって生きて帰還した。この時34歳。終戦まで厚木の空を守り、無傷のまま生き延びた。戦後は小型機を操り、漁業の支援や救難活動に従事した。最後まで空を飛び続けた男だった。総発の夜間、戦闘機を背に歩く搭乗員たち。この一枚にも AI で当時の色を乗せてみる。後ろの機体は夜間戦闘機、月光。ここに映るのが第302海軍航空隊の遠藤幸雄大尉である。山形県山辺町の出身。月光には斜め上を向けて固定された20ミリ機銃があった。
世に言う斜め銃である。夜の闇で B29 の腹の下に潜り込み、下から突き上げて撃つ。遠藤はこの戦法の名手だった。撃墜8機、撃墜波、合わせて16機。海軍の B29 空撃墜王と呼ばれた。ある日、子供からのファンレターに彼はこう返している。B 校を追悼すことがおじさんの返事だと。昭和20年1月14日、名古屋を目指す B29 の編隊を渥美半島の上空で迎撃する。敵編隊に突入した月光は集中砲火を浴びて炎に包まれた。遠藤は高度300ミリメートルで脱出を試みた。しかし低すぎた。落下傘は開かず、遠藤は戦死した。29歳だった。身重の妻は2人の子を連れて葬儀に参列したという。遠藤の死後も夜の防空戦は続いた。横須賀航空隊の黒鳥四郎少尉は一晩で5機の B29 空を撃墜している。夜空にも空を守る男たちがいたのである。軍事的に見れば本土防空戦は劣勢のまま終わった戦いである。それでも撃ち落とされた B29 空は400機以上に上るとされる。数字だけでは語り終えられない戦いがそこにあった。爆弾が落とされる前に追悼さなければ街が焼かれる。だから彼らは生還の望みを捨ててでも敵にぶつかっていった。その多くは20歳前後の若者である。体当たりは命令だけでできるものではない。彼らの翼の下には家族が、町が、守るべき暮らしがあった。だからこそ彼らは何度でも空に上がったのだろう。生き延びた者たちにもそれぞれの戦後があった。赤松貞明は小型機で漁師たちの海を飛び続けた。カシー・デイサムは89歳まで戦後の日本を生きた。そして白井長尾は一切を語らないまま世を去った。茨城県筑西市には梅原三郎母長の慰霊碑が今も立っているという。20歳で散った息子のために母が建てたものである。調布飛行場跡の武蔵野の森公園には掩体壕が今も残る。飛燕を空襲から隠したコンクリートの格納庫である。訪れればこの空の戦いが確かにあったことを感じられるはずだ。あなたのご家族やご親族にも本土防空戦に関わった方がいるかもしれない。語り継がれている話があればぜひコメントで教えてほしい。彼らが命を懸けて守った空の下に今の平和な日本もある。私たち日本人は彼らのことを忘れてはいけない。明日空を見上げた時少しだけ思い出してほしい。カラーで蘇った写真の中で彼らは確かにそこにいた。日本の空を守るために生きた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。